皆さんこんにちは、ガジェットジェットのゆけです。さあ、各社で2023年モデルの最新テレビ続々と発表されているんですけど、今回紹介するのは個人的にもかなり注目していたメーカー、ハイセンスの最新液晶テレビなんですよね。これまでソニー、東芝と2メーカーの最新テレビを特集してきたんですけど、今回紹介するハイセンスもこの2メーカーに負けず劣らず、いやメーカー単体で言うと最も進化しているんじゃないかっていうレベルの進化が見られるんです。今回はそういった昨年度モデルからの変更点はもちろん、各シリーズの特徴機能や各シリーズの販売時期、市場想定価格なんかも詳細に見ていければなと考えています。近々テレビを買い替えたいと考えている方や、テレビの最新モデルに興味があるという方は必見の内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。今回はご覧のような内容で進めていきます。1、ハイセンスってどんなメーカー？ 2、2023年モデルのラインナップ紹介。3、昨年度モデルからの変更点。4、販売時期と予想価格。5、まとめです。まずは、ハイセンスってあまり聞き馴染みがないけどどんなメーカーなのっていう方に向けて、ハイセンスを簡単に紹介していきます。ハイセンスは中国を本拠地に置く総合家電機器メーカーで、洗濯機や冷蔵庫などの白物家電からテレビやオーディオまで手掛ける世界的にも広く知られている会社です。特に知名度が高いのが冷蔵庫や洗濯機などの白物家電で、一人暮らし用の冷蔵庫とか、家電量販店とかでもかなりよく見かけますよね。実際に僕も一人暮らしの時は冷蔵庫、洗濯機ともにハイセンス製でした。ただ最近では今回紹介するテレビやサウンドバーなどのオーディオ機器にも力を入れ始めていて、2017年に東芝の子会社である東芝映像ソリューションを傘下に収めたことによって、テレビの映像を左右する映像エンジンなどを一新、価格を抑えつつも高品質なテレビを展開することで日本国内のテレビシェア率を拡大しています。また最近ではブランドアンバサダーに人気俳優の綾野剛さんを起用したり、サンフィレッチェ広島 DNA ベイスターズの公式スポンサーを務めたりと、様々な場面でハイセンスというブランドを目にすることが増えましたね。今回紹介するテレビに関して、今までは安い、コスパがいいという印象が一番に来ていたんですけど、どうやら今年度モデルは毛色が違いそうなんですよね。安いっていうのはもちろんなんですけど、性能自体も国内メーカーの最上位モデルと本格的に争っていそうなんですよね。ということで、続いてはその液晶テレビの2023年モデルを簡単に紹介していきましょう。今回発表のあった2023年モデルはご覧の計2シリーズになります。ラインナップとしては非常にシンプルで、液晶テレビのフラグシップモデル UX とミドルレンジモデル U8K の2種類のみになるんですよね。UQL モデルは除外して液晶モデルに絞っているというところも他のメーカーにはない特徴だと思います。まず液晶フラグシップモデル UX シリーズについては65インチ、75インチの2サイズ展開で TBS レグザと共同開発した16ビットハイビューエンジン X を搭載。市場想定価格は39万8000円からとなっています。続いて液晶ミドルレンジモデル U8K シリーズについては55インチ、65インチ、75インチの3サイズ展開で UX シリーズに搭載の16ビットハイビューエンジン X よりも一つグレードの低いハイビューエンジンを搭載。市場想定価格は16万8000円からとなっています。それでは続いて、これら新モデルが昨年度モデルからどのように進化したのか、要注目の特徴機能を見ていきましょう。ハイセンス2023年モデルで進化した特徴機能の一つ目は、高画質化技術の心臓部ともいえる映像エンジンが一新された点です。先ほども少し触れた映像エンジンの部分なんですが、フラグシップモデルの UX には16ビットハイビューエンジン X が、ミドルレンジモデル U8K にはハイビューエンジンという映像エンジンが搭載されています。そのうち UX に搭載された16ビットハイビューエンジン X というものがかなりすごくてですね、以前も紹介した TBS レグザの最新モデルと同世代の映像エンジンを採用しているんですよね。レグザといえば地デジが綺麗と言われているように、映像エンジンにはかなりこだわっていて、映像エンジンに関しては業界の1、2を争うレベルなんです。ハイセンスは親会社っていうこともあり、これまでも TBS レグザの映像エンジンの共同開発はしてきているんですけど、今までは1世代前のレグザに搭載されていた映像エンジンを流用するってことが通例だったんですよね。ただ今回はなんと、この間発表されたばかりのレグザ最新機種と同世代の映像エンジンを使っているっていうんです。
そういった関係で AI が被写体と背景を識別してそれぞれに適切な超解像処理を施してくれる AI ナチュラルリアリティや人の顔を AI が認識、肌の色を自動補正してくれることで自然な人物映像を表現してくれる美肌リアリティアドバンストなど、名前は違えどレグザ最新モデルでも注目されている特徴機能がこの UX シリーズにも数多く搭載されています。またミドルレンジモデル U8K に搭載のハイビューエンジンでも名前は異なるものの美肌リアリティプロや AI 放送映像高画質化処理など、似たような高画質化技術は搭載されていて、そういった高画質化処理に関しては他のメーカーのミドルレンジモデルを凌駕するクラスの映像エンジンだと思います。ハイセンス2023年モデルで進化した特徴機能の2つ目は高輝度高コントラストを実現したダイナミック X ディスプレイを新採用した点です。フラグシップモデル UX シリーズには今回新開発されたダイナミック X ディスプレイというハイセンス独自のディスプレイが採用されています。こちらのダイナミック X ディスプレイはミニ LED バックライト、量子ドットフィルム、液晶パネルという主に3つの階層で構成されているんですけど、この3つ全てが進化しているんですよね。まず輝度やコントラストを左右するミニ LED バックライトなんですけど、今回新たにミニ LED X バックライトが採用されているみたいです。ミニ LED X バックライトでは昨年度フラグシップモデル U9H シリーズのバックライトと比較して65インチモデルで 1.9 倍、75インチモデルで 2.5 倍もの高密度化を実現したみたいなんですよね。それによりピーク輝度に関しても65インチモデルで 1.15 倍、75インチモデルでは 1.5 倍も向上したみたいなので、これはかなり驚きですよね。高密度化ということは、単純にミニ LED の数が増大したということになるので、結構コストかけてきたなっていう印象です。またミニ LED X バックライトではミニ LED の高密度化に加えてコントラストを左右するローカルディミング制御に関してもローカルディミングアドバンストというものに進化してるみたいなんですよね。昨年度フラグシップモデル U9H と比較してミニ LED の分割数が65インチモデルで 2.8 倍、75インチモデルで 3.8 倍と増えたことによりミニ LED をより細かく制御できるのでコントラストもかなり上がることが期待できそうです。単にミニ LED の数を増やすんじゃなくて、こういったエリアコントロール数も増やしてミニ LED の強みを生かすような改良がされていて非常に好感が持てますね。続いて色彩面を左右する量子ドットフィルムの層についてです。昨年のモデルでは拡散板と量子ドットフィルムが一体型になった拡散板一体型量子ドットパネルというものが採用されていたんですけど、 UX シリーズでは量子ドットのフィルムを独立させた量子ドットダイナミックカラーに一新したみたいなんです。これによりこれまで 97% だった DCI P3 カバー率を 98% まで引き上げることに成功したんですよね。たかが 1% の違いだと思われがちなんですけど、その 1% で色の表現力がかなり変わってくるので見過ごせない進化ですね。そして最前面には高視野角な倍速駆動の ADS パネルに映り込みを従来比で 75% 低減させる機能をプラスした低反射倍速 XTR パネルという視野角の広さに定評のある ADS パネルと薄暗い場所での反射も低減してくれる低反射機能を融合させるといった最近のトレンドを取り入れた液晶パネルが新採用されているみたいです。液晶パネル、量子ドットフィルム、バックライトの全てを一新しているモデルも珍しいので、この辺の違いについて実機レビューする機会があれば注目してみていこうと思います。ハイセンス2023年モデルで進化した特徴機能の3つ目は迫力のある立体音響を追求したスピーカーシステムを新搭載した点です。昨年度フラグシップモデル U9H ではフルレンジスピーカーが2つ、トゥイターが2つ、サブウーファーが1つ、イネーブルドスピーカーが2つの計7つのスピーカーで構成された7スピーカー立体音場システムっていうスピーカーシステムが搭載されていたんですけど、今年度のフラグシップモデル UX ではさらに低音を担当するウーファーが1つと音の広がり感を作り出してくれるサイドスピーカーが2つ追加された実用最大出力 82W の10スピーカーシステムっていう音響システムを採用してるみたいなんですよね。最近のテレビでは立体音響規格のドルビーアトムスが当たり前のように採用されているんですけど、大事なのは立体音響をどうやって物理的に再現できるかっていう部分だと思ってるんですよね。そういった点で上空から音を降り注ぐイネーブルドスピーカーと左右の音の広がりを再現してくれるサイドスピーカーが搭載されているのは立体音響を体感する上ではかなり適した形なんじゃないですかね。また
ミドルレンジモデル U8K ではフラグシップモデルには少し劣りますが、フルレンジスピーカーが2つ、トゥイーターが2つ、サブウーファーが1つと、計5つのスピーカーが搭載された5スピーカーシステムを採用しています。イネーブルドスピーカーやサイドスピーカーといった立体音響を物理的に再現するようなスピーカーは排除されているものの、テレビ番組と CM が切り替わるたびにボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に自動補正してくれるオートボリュームだったり、人の声を優先的に聞き取りやすくしてくれるクリア音声といったフラグシップモデルにも採用されている高音質化機能はしっかりと搭載してくれています。最近ではネット動画でもドルビーアトムスに対応したコンテンツがかなり増えてきているので、こういった立体音響を追求してくれるような音響システムには好感が持てますね。ハイセンス2023年モデルで進化した特徴機能の4つ目は VOD 視聴やその他便利機能の使い勝手が向上している点です。ネット動画配信サービス等を視聴するための OS については今までと同じハイセンス独自のプラットフォーム VIDA を搭載していて、今年度モデルでも引き続き VIDA Voice という音声検索機能にも対応しているみたいです。今回この VOD 関連で大きく変わったのが視聴できるサービスの幅が増えたってところなんですけど、従来機種では搭載されていなかった FOD、TVer、DAZN、NHK プラス、WOWOW の5つのサービスが新たに搭載されたみたいです。個人的に嬉しいのが TVer なんですけど、最近ではサッカーのワールドカップや WBC の影響を受けて DAZN に加入する人も増えてきているそうなので、この DAZN が追加になったのはスポーツ好きの方には朗報ですよね。またそれに合わせてリモコンの VOD に直接飛べるダイレクトボタンも9個から10個に増えていて、そこも地味に嬉しいところです。またゲーム機能に関しても 4K120Hz、VRR、ALLM、EARC といった HDMI2.1 にフル対応しており、PlayStation 5のような最新ゲーム機でも約 0.83ms の低遅延を実現するゲームモードプロにも引き続き対応しているみたいですね。それでは続いて各シリーズの発売時期と予想価格を見ていきましょう。まずは発売時期なんですが、今回発表のあった UX シリーズ、U8K シリーズの全サイズで5月18日の発売予定となっています。続いて市場想定価格なんですが、UX シリーズの75インチが49万8000円、65インチが39万8000円、U8K シリーズの75インチが26万8000円、65インチが19万8000円、55インチが16万8000円となっています。さて今回は最近勢いに乗ってきているハイセンスから2023年モデルの最新液晶テレビが発売されるということで、簡単なラインナップ紹介から昨年のモデルの変更点なんかを詳細に解説していきました。いや正直今回のハイセンスにはかなり驚かされましたね。ハイセンスといったらコスパが高いっていうのはこれまでの印象だったんですけど、今回はそれをいい意味で覆されちゃいました。UX シリーズに関しては本格的に国内メーカーの最上位モデルと肩を並べていて、純粋な画質の綺麗さで言ったら業界で 1,2 を争うレベルになっていそうですし、 U8K に関してもミドルレンジモデルとは紹介しているものの、しっかりとミニ LED や量子ドットを採用していて、国内メーカーでいう上位モデル帯に匹敵するようなスペックを持っています。正直ここまで本気を出されてしまうと、55インチから75インチ帯の大型テレビのシェア率がガラッと変わりそうな気がしちゃいます。いやほんと今後もハイセンスの進化に目が離せませんね。また2023年モデルのレビューをする機会がありましたら、画質面や音質面も徹底的にチェックしていきたいと思います。今後もこのような家電、ガジェットの最新情報やレビュー動画なんかをどんどん上げていこうと思いますので、ぜひとも今のうちにチャンネル登録とチャンネル登録横のベルマークの方を押してもらえると嬉しいです。また今回の動画わかりやすかった、ためになったっていう方は高評価ボタンもポチッと押してもらえると動画作成の励みになります。それでは次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけいでした。